Hello everyone, welcome to the Lemon School Channel. こんにちは、レモンスクールです。まず僕の自己紹介はこちらです。Today I'm gonna talk about what we call アケ母音。さて、いわゆるアケ母音の話第2回です。これらはみんな日本語のあに当たると言うけど、単純に発音記号の見た目が大文字と小文字の A に似てるからビジュアル的にあっぽいというだけで、音はこの3つは日本語的に発音してもはっきり区別できるという話を前回してます。そちらをまだ見てない方は下にリンクを貼ってるのでぜひ見てください。それで今日は実際に日本人は決してこれらを全部あっと発音してるわけではないという話をします。アケ母音って言うけど、日本人は実は結構発音し分けてるんですよ。例えばこれらの単語 cat, caught, cut 日本語的に発音しても cat, cot, cut っていうように発音し分けてますよね。通じるか通じないかは別として全部カットにしてるわけじゃないんです。ちゃんと区別してるんです。まずこの記号から見てみますけど、これはアメリカ英語の場合綴りの O に当たることが多いんです。発音記号がこれで綴りが O だとだいたいみんなローマ字読みしてhot, problem, octopus, option, collagen とかはみんな hot, problem, octopus, option, コラーゲンみたいにおって読んじゃいますよね。ちょっと厳しい言い方をさせてもらうと、大部分の人は発音記号なんて見てないんですよ。いちいちチェックしないですよね。綴りを見てローマ字読みするか自己流の読み方をしちゃうんですよね。だからまず発音記号の読み方云々以前に発音をチェックしてみるところから始まると思います。ちなみに前回の復習ですけど、この記号は標準的なアメリカ英語ではこれと同じなので、あーって伸ばします。次に記号がこれで綴りが O だけど、coffee, often, gone, alcohol みたいに日本語的な発音だとコーヒー、オーフン、ゴーン、アルコールみたいに O って伸ばす場合もありますよね。ゴーンは多分フォニックスのサイレント E ルールを意識してるんだと思うので悪くはないと思うんですけど、残念ながらこの場合は間違っちゃってるっていう感じでしょう。それで記号がこれで綴りが A だと swan, squat, quadruple みたいにスワン、スクワット、クワドラプルみたいにローマ字読みしてあになっちゃうことも多いですね。一方で綴りは A でも watch, wash は watch, wash のようにおだし water は water みたいに O と伸ばしたりもします。綴りが O でも conversation, color はカンバセーション、ホワイトカラー、ブルーカラーとかのカラーのように日本語で定着しているものはあになってますよね。それで色の color もカラーで区別をしなくなってしまっているものも一部あります。このように英語ネイティブにとって全部同じ音なのに日本人の発音だと綴りとか単語によって結構いろんな音にしちゃって逆に難しくしちゃってるんですよ。逆に日本人の英語の方が音を区別しすぎて難しくしちゃってます。そもそも英語におとおの区別っていうのがないんですよ。英語にない区別を使っちゃうっていうのは良くないですね。おならおで統一した方がいいですね。次にこの V の逆を見てみると、この記号は綴りが U がデフォルトなんですよね。cup, up, hungry, umbrella, customer は日本語的に発音してもカップ、アップ、ハングリー、アンブレラ、カスタマーみたいにローマ字読みしないでちゃんと英語のルールを適用する習慣がありますよね。これはすごく良かったと思います。クップ、ウップ、フングリー、ウンブレラ、クスタマーとは言わないですからね。これは良かったと思います。だから日本人的な英語のデフォルトはこの記号はあって読んで、この記号はおって読むようにちゃんと区別してるんですよ。この二つは。記号の見た目があっぽいから単純にどっちもあと読むというような単純なことではないんです。ただ難しいのは、発音記号をちゃんと習ってる人ってほとんどいないですよね。しかも日本の辞書で使われている発音記号を解読できる人ってほとんどいないんですよ。よほど日本の辞書の発音記号に詳しい人に習わないと習得できないんです。だから自分で発音記号を見てみても、あ、これはあだ。これもあだ。みたいに日本人の感覚で読んじゃって、区別しなくなっちゃうか、自分では区別してるつもりでもネイティブには区別してるように聞こえなくなっちゃう。それで通じなかったり聞き取れなかったりして、でもどこが悪いんだか直し方がわからないから嫌になっちゃうっていうのが怖いんですよね。もしかしたら発音記号を見ないで日本人風に発音した方がまだ区別を保ってるだけいいかもしれないっていう考え方もあります。発音記号に関してはこういう風に解読できる人がほとんどいないっていうワンピースのポーネグリフみたいなものを英語教育で採用してるっていうのがすごく問題なんですよ。これはね、なんとかしたいと思います。さて一方で記号がこれでも綴りが O だとton, one, sponge, London, glove とかは日本語的に発音するとトン、
ウォン、スポンジ、ロンドンみたいにローマ字読みしてオにしちゃったり、グローブみたいに多分英語のフォニックスのサイレント E ルールを意識してるから悪いミスではないけど残念ながらこの場合は間違ってオにしちゃってるっていうものもあります。だけど綴りに惑わされないで son, brother, color みたいに日本語的に発音しても son, brotherさっきのカラーみたいにちゃんとあで定着してるものもありますね。音はこれなのに、綴りが U だったり O だったりする理由は僕のレッスンでやってます。一方で綴りが U なのに、tunnel、button、pump あたりは日本語的に発音するとトンネル、ボタン、ポンプってオにしちゃってる場合がありますよね。ボタンはポルトガル語、ポンプはオランダ語から日本語に入ってきてるらしいですけど、それを英語だと思って使っちゃってるからでしょうね。あとは ultra、tundra、opsilon、バフェ、カルシアムのような、主に英語から見ても外来語の場合は、日本語的に発音すると、ウルトラ、ツンドラ、ウプシロン、ビュッフェ、カルシウムみたいに、うってローマ字読みしちゃいますよね。ウォーレン・バフェットは日本語的に発音しても、ウォーレン・バフェットですけどね。ただやっぱり英語では全部同じ音なのに、日本語的な発音だといろんな読み方をして、逆に発音を難しくしちゃってますよね。最後にビジュアル的には一番インパクトがあるこの記号。子音が K、綴りではだいたい C のことが多いですけど、K。あと G の場合は小さい矢を入れて、cat、can、cannon、capture、gamble、galaxy あたりは日本語的に発音しても、キャット、キャン、キャノン、キャプチャー、ギャンブル、ギャラクシーって言ってちゃんとこの記号を区別してますよね。でも、カメラ、カルシアム、カロリー、ガス、ガソリンあたりはコテコテの日本語発音だとカメラ、カルシウム、カロリー、ガス、ガソリンですけど、英語を少し意識すると結構カメラ、カルシウム、カロリー、ガス、ガソリンとかって言ったりしませんか？なんだかんだで結構みんな区別してるんじゃないかなと思います。ただしやりすぎちゃってガムみたいにこっちの記号なのにギャムって言っちゃってる場合もあるのでそれは注意してください。あと綴りが CA だから capacity なんかは capacity って言っちゃいますけど、これは記号がこの E の逆なのでキャじゃなくてカの方がいいですね。capacity。この E の逆は他の動画で説明してますけど、ネイティブにとっては V の逆と全く同じです。何も難しいことを考える必要はありません。でももっと前回の動画の復習をすると、これはこれは air だから、capacity というとそれっぽくなります。日本人にとって難しい音は一つもありません。超簡単。実際 American Heritage Dictionary の音声を聞いてみましょう。capacity。でもこの記号で問題なのは、やっぱり K と G 以外の子音の後で、例えば hat、branch、lamp、staff、pass とかを日本語的にローマ字読みの発音をして、ハット、ブランチ、ランプ、スタッフ、パスであにしちゃうと、こっちのハット、ブランチ、ランプ、スタッフ、パスと区別がつかなくなっちゃうんです。だから単純に日本人が気をつけるのは、K、C と G の後以外のこの記号、これだけ気をつければいいんですよ。この時だけ、この A と E がくっついた ash っていう記号と V の逆、この2つを区別しなくなっちゃいます。この1点だけ気をつける。いろいろ考えると難しいので、K と G の後以外のこの記号だけ注意。まずそれだけ考えましょう。これだけでものすごく変わります。そうすれば基本的にはこの3つを区別していることになります。まずそこだけやりましょう。これらの記号を具体的にどう発音するかは、実は超簡単で、誰でもすぐできます。別な動画で説明しているので、ぜひそちらを見てください。ちなみに本当は綴りがどういう時にこの記号の音になりやすいとか、どういう時に E の逆になるのかっていうルールを習っちゃうと、発音記号の中見なくても結構正しい発音が分かっちゃったり、せいぜい発音を2択くらいまでに絞れたりするんですけどね。この動画が少しでも役に立つと思ったら、いいねを押してチャンネル登録よろしくお願いします。